残りからそっからもですね。お願いします。元々来るんで。はい。おはようございます。おはようございます。お願いします。ミックスジャムです。ミックスジャム。自分のところでタイトルやつです。どっかに4個あったと思う。一回閉まってから入れる。
アーモンドの刻んだものです。これチョコです。あ、くださいよ。今からかけます。あと下にあったら、はい、下に。
まあ、1個食べてももうちょっと食べたいぐらいの大きさに、あっさりしたものはちょっと大きめで、濃いものは小さくしてるんで。その後でちょっと香ばしさを出すっていう黒糖みたいなものなんですけど、キャラメルの味が。で最後粉糖を変えてパリッとさすんです。これで OK です。人が来た時の手土産用とか、お誕生日、クリスマスケーキ。イベントごとの時とか。あ、そうですね。おすすめ何かありあ、ますか？モンブランが美味しい。あ、モンブラン。
れがさっき途中プラスになってない。いい音ですね。これアーモンドのねスライスが切れとる音です。レーズンのもう一つ高級品のカレンズいうのがですね、レーズンより何十%も高いんです。氷砂糖の
小さくしたやつ塗ったらいいんですよ。砂糖がよく乗っとるよりもパイには中には砂糖が一切入ってないからね。
めっちゃ暑くないですか？暑いです。これからもう今からですよね。汗だくですね。だいたい3、4時間はいるんで。季節においてやっぱりいろんな新しいものを作っていったり、焼き菓子はねドイツの伝統菓子で毎日少量ずつ焼き上げて焼きたての美味しさをお伝えできてると思うんで来店していただければと思います。
味になるんですか？これフランボワーズですね。おはようございます。朝が一番忙しいと思います。土日になるとデコの量とかが多くなるので、その時はちょっと全体的にバタバタして全く平日と一緒なんです。ティラミスとメロン1個ずつ塩キャラメル終わったの？は昨日のあるな。おはようございます。
あ、プラネットは仕込む。だから朝より行かせ。じゃあ午前中ザキ行かせるんだよ。メロンボールが始まると夏が始まったねって言われて、メロンボールが終わる時にはああ夏が終わるねってよくお客様に言われたんで、ちょっと風物詩的な商品にはなってるのかなと。両替がなんかパティシエ目指すのはやっぱりまあ小さいながらに自分が継ぎたいよっていう、将来パティシエになりたいよっていうと祖父母がすごく喜んでくれたので、その当時からそういうことは言ってたんですけども、やっぱり目指すきっかけってなったのは高校の時に丸藤でバイトをさせてもらって、その時にやっぱり父の背中といいますか、やっぱり父がやってる姿を見て、特にクリスマスとか父が一言言うとケーキが急にでき始めて、サンドが始まってナッペができて、前にそれが何千個っていう数が急にできて、うわすごい仕事だな、かっこいいなと思って自分は目指すきっかけになりました。はい、今あったみたいに今日から3日間、イベントになります。69周年祭、ね、69年やっぱり続いてきたっていうのは、本当にお客様のおかげです、ね。もちろん OB、OG のおかげもありますけども、やっぱり買ってくれるお客様がいるから、ね、お客様に感謝する日だと、やっぱり思います。お客様としっかりと会話をしてね、日頃の感謝の気持ちをしっかりお客様に、伝えてもらいたいなと、思います。はい、それでは元気にやっていきましょう。はい、それでは今日も一日よろしくお願いいたします。お願いします。
ありがとうございます。さっき数増やす増やさない。昔からあるオーナーのケーキとで、まあ、下のところどころにも自分のケーキはあるんですけど、だからちょっと形が違うというか、なんかちょっと違う感じが、年齢層もオーナーの代のお客様であったりで最近のお客様もいますので、両方に楽しんでもらえるように、多分買いすぎちゃうと前のお客様が嫌がったりもすると思うので、そこはちょっとやっぱり考えながら。全部が全部自分のケーキにするんではなくて、やっぱり今まで売れてる商品であったり今まで積み上げてきたものを残しつつ、自分の色も出せたらいいなっていう形ですね。あと15分ね。お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。まずは3日間周年祭をたくさん開催しております。そこまでどのくらいですか？1時間。かしこまりました。手のひらで写真も使ってください。他のやつ尻触ってもうちょっともうこの3ヶ月間はもうほぼメロンなんで、もう全部見極めて大きさからあと完熟具合とかやっぱりそういうのはしっかり全員新人の時からみんなやっぱそこら辺の見極めができるようになってると思います。いらっしゃいませ。そうやっぱり熟したものを一応使うようにと、普通だったら皆さん12月から1月2月3月っていうのが忙しいんですけど、うちやっぱり6、7、8が売り上げが結構高い方なので、メロンボールのおかげかもしれないですね。
ゼリーになります。これが噂のメロンゼリーっていうのがあって、本当に捨てるのはもう種だけですね。残った周りの皮も表にあったメロンショートっていうショートケーキの土台にしたりして、なるべくもう本当に皮から果汁から全部使い切るようにしてます。いらっしゃいませ。ご来店ありがとうございます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
りがとうございました。
毎日は食べないじゃないですか。ちょっと高価なものってイメージがあるんで、一粒300円がなんでこれ300円かかるのかっていうのを素材から厳選して選んだものでお作りするっていうのを心がけてます。シュトゼンチョコレートももう20種類ぐらい各メーカーから取り寄せてますし、あと小松市の素材とか石川県の素材をメインに持ってきて、それと合わせたチョコレートっていうのをなるべく作るようにしてます。はい。レモングラス。こっちじゃなくて？ね。これバーベナ。レモンバーベナと。なんかあんまり香りがせんねんけど、でも香りは結構する。仲いいです。ないですよ。見せてるだけで。仮面夫婦ですよ。騙されないでください。仲良くなりたいんやけど僕は。彼らにとっておじいちゃんおばあちゃんは長男も次男もケーキ屋になってもらいたいっていうか、この道に入ってもらいたいなと多分思ってたと思う。2人喧嘩せんようにはどうしたらいいかなとか思いながらこの店が立ち上がったみたいな。夢のある仕事やと分かっていても、いざ自分らでやろうと思うと難しい部分があるんでね、大変かもしれない。彼らにとっても好きな仕事として仕事をしてくれてるんで、そんないいことはないかなと僕は思ってるし、自分らが後継ぐとか継がんとかっていうよりも、彼らが生き生きとなんか仕事をしていってもらえればいいかなと思う、そうは思うけどね。入ってきて、こっちは今自動でテンパリングを。当然パティシエスタートでお菓子を作ってたんですけど、兄もケーキ、自分もケーキやったらどうなんやろうって思って、でもともとそのパティシエの中での仕事でもチョコレート触る機会があったんで、チョコレートってすっごい面白いな、でもすっごい難しいなっていうのがあったんで、そこから興味が湧いてショコラティエっていうのもなってみようみたいな感じでスタートした。山いちご、自分が山に入って取ってきたいちごをブレンドしたソースにフランボワーズ、チョコレートクリーム、ガナッシュです。
ポーツ選手とかがちょっとここで精神統一させるみたいなので、一個それも正確なんですけど、この機械壊れとったら全部違う。4個5個あります。でなんとなく癖持ってるの分かってるんで、この子はプラス2度高く出るとか、この子はちょっと1、2度低く出るねとか。で一番今信頼してるのはこの子です。チョコレートが適切なそのテンパリングが取れている状態を確認して作業しますし、こうやって確認しながら表面がだいたい20度になっているようにします。1回目の蓋をしてるんですけど、一番下にクッキー生地あるんで穴だったりとか気泡が入りやすいこともあるんで、1回目仮で蓋して、で2回目この後コンチアです。デリケートな仕事をします。ボンボンショコラ1種類作るのに大体3日から4日が最低かかります。どんなお菓子でもチョコでもパンでも何も考えず食べて美味しいを作り出すには、僕ら作り手側はめちゃくちゃ考えてます。そこだけ伝われば嬉しいですね。お客様にはそんなこと考えずにシンプルに食べて楽しんでもらえればいいんですけど、すいません。すいません。すごく年季が入ってるんですけど、手のなじみがいい感じです。じゃあ次、ブルーベリー。表面がだいたい20度ぐらい。どんな時代になろうが手抜いたら終わりだと思うんで今の時代本当に美味しいものなんて腐るほど世の中にある中に、丸藤にしかできん価値の提供は本当に真剣に考えて、お菓子だけじゃなくて空間であったりとか、あとは一番僕ら大切にしてるんですけど、接客とか作れるだけが偉いんじゃないので、気持ちよくお客様にお買い物してもらえるようなことはやっぱしていきたいですね。ね。聞いてないからね。
18度の室温の中で、まあ、大体15ぐらいになってくると外しても艶は残ります。川村さん、お店見ながらでお願いしますね。裏面がちゃんと綺麗に蓋できてるかが非常に大切になるんで。後でカットしますけど。これはブルーベリーの味なんで、ちょっとブルーベリーにその水滴がついたような。もう気持ち大きいっていうのは、でもまあ今とりあえずそれは OK ですね。でベーコン多いやったね。いけると思う。今最高のカレーパンです。どこで出すの？
ないけど大丈夫。袋だけ並べとくそれから上に。そうですね。で上から取って日付貼って焼いちゃいましたね。来ましたよ。僕兄なんですけど、弟の方がもしかしたらしっかりしてるところもあるかもしれないので、僕が持ってないものを彼が持ってて、彼が持ってるものを僕が持ってない、よくね喧嘩もしたりもするんですけども、自分の奥さんがね間に入ってくれたりもして、まあけどやっぱり、どのスタッフよりも頼れるのは弟なので、はい、それはやっぱりすごく1人ではなくて2人っていうのは強みだとも思ってますし、僕は2人でやれば叶えれることもいっぱいあるのかなと思うので、自分としてはすごく心強いなと思っております。はい、任せれるとこ、自分が例えばこうやって作ることに集中してる時は、まあ、あっちはあっちで自分がしっかり店守ってくれるし、多少性格の違いとかはあれど、まあ、思いは多分一緒なんで、まあ、兄弟なんでそんな別に話すことなく目指す方向はお互いに理解してると思うので、あ、今こう思っとるんやろうなとか、自分がそういうこと考えとるんやったら、じゃあこういうことをしてあげた方がいいかなとかはやっぱ思いますね。ついてくれたんでね、本当に自分たちは幸せと思ってます。まあ、健康でそうやって楽しんでやってもらえればいいかなと思う。それで十分です。そう。父から教わってきたことが技術であったりとか、その思い出の中で大切にしてる部分って未だにずっとあって、父ならどう思うかなとか、でもそれプラス自分が習ってきたこととか、まあ、自分がやりたいことをこうプラスして表現して、お客様に喜んでもらえるような、まあ、チョコレートをこれから作っていこうかなとは思ってます。はい、芋掘り長者っていううちの人気商品であったり、夏のメロンボールっていうやっぱり、2大ヒット商品を、作ってるので、自分もやっぱりケーキ、で1種類、また焼き菓子で1種類、何か、丸藤といえばっていう商品を、今後開発できたらなと、思ってます。はい、
ですか。よかったです。すいません。ありがとうございます。これでしょう。ありがとうございます。こちらバターですね。普通に無塩のバターです。市販でも売ってるようなやつですけれど、まあ、単純にバターはやっぱり美味しいです。よいしょ。とりあえず200食分くらいですね。保存のしやすさとかいう理由もあるんですけれど、そう単純にねお子さんが食べるっていうことが多いので、結構こういう豆乳とか使っているものも栄養価の高いものっていうのは結構あります。4年目に入ったんですよ。で今はちょうど25になりまして、ちょうど始める時の20代くらいの時にもっといったお菓子屋さんのところで就職するか、まあ自分で何かしらやってみるかみたいな選択肢がありまして、せっかくならまあ若いうちにねやれることはやろうみたいな感覚で、まあ、いつの間にかキッチンカーが始まりましたね。キッチンカーをやりたかったというよりは、まあ自分で作ったものを出せる場が欲しかったんですかね。ラズベリーを、まあ、ペースト状にしてお砂糖と一緒に煮詰めたやつですね。クリスマスの限定品ですね。そう基本的にうちのクリームは全部生クリームが入ってないんですよ。イベントとかだとクレープとワッフルが2台横に並ぶこともまあまああるんですね。差別化じゃないですけど、生クリームなしでやってます大体。これがもうちょっと冷えると固まってきて、でワッフルのね穴に絞るのにちょうどいいぐらいの硬さになるので。これ何ですか？ブルマンディーズグレーズっていちごの濃縮液みたいな感じのやつですね。失礼します。クリームを10種類くらいやってると全部1種類ずつとかでも結構な量になるので。といった感じで、いつもお片付けは全部終わってからなんですか？終わってからもうこれ全部重ねちゃって持ってっちゃう感じです。これが全粒粉ですね。小麦粉の半分くらい入れてます。ですね。はい、全部言ってったらもうレシピ公開ですね。確かにまずいところちゃんと言ってください。まあ、なんとかするんで。今の何ですか？これが消しの実ですね。消しの実です。消しの実？あんパンとかの上に乗ってるつぶつぶというとわかりますかね。はい。そうあれです。あれごまじゃないんですね。あれごまじゃないんですよ。
これでベースの粉が完成ですね。これが日によって全粒粉のところがライ麦に変わったり、あとコーンミールとかそういう他の粉物に変わります。ベースは一緒なんですけど、結構ね風味というか雰囲気が変わりますね。食感もちもち具合と、あとやっぱ鼻に抜ける風味はかなりライ麦は変わりますね。ライ麦一押しです。どういう風に決めるんですか？在庫とかの関係が一番ですけど、あとは気分ですかね。大体飽き性なので同じもの作ってると飽きるんですよ。卵黄ですね。最近販売価格が2倍くらいになってめちゃくちゃ打撃を受けてる卵黄ですね。バイトまではいかなくても 1.8 倍くらいになった卵白ですね。仕事じゃない時の自由時間がないことですかね。もう帰ったらそのまま仕込みがあるので、実質的な仕事が営業終わったら終わりじゃなくて、営業終わった後にお家に帰ってから洗い物だとか食材しまったりして、でそこから仕込みってなるんで、搬入が9時とかで終わりが8時とかの現場も全然いっぱいあるんで、これ冷やしておいて、で次の営業の時に持ってけばって感じですね。ねえ、あ、やめなさい。だんだんと声を荒げていってしまうから猫好きが猫好きを呼ぶのもあって、ああいう猫グッズをしていると猫好きがね集まってきてくれるんですよ。おはようございます。いえ、とんでもない。相手してくれましたまた。早いですわ。これでいかがでしょうか。いきますよ。今日いい天気ですね。そうですね。割と涼しいですし、人も出そうな感じで。行く時ってなんかこう考えてたりとかってするんですか？あまり考えてないですね。どちらかというと暇な時間をどう過ごすかみたいな感じです。だから普段はだいたいラジオとかつけて音楽聴きながら、ただただ1時間とか30分とかの道のりを行くだけですね。おはようございます。どうも。これで中がついたはずです。
ぜひ12月9日鶴見公会堂で映画の上映があります。ぜひともお越しください。チャンネル登録よろしくね。ありがとうございます。はい置いといて。ああいう感じで、とにかくどんどんこういろんな方と知り合いになっていくのがキッチンカーな気がします。帰りって言ってるけど帰りまでやってるといいな。お子さんも大体いっぱいなんですけれど、平日なんかはオフィスのおじさま方がこう、ね、オフィスの女性陣にまとめていっぱい買ってったりとか、本当にこう今9種類あるんですけど、こちら全種類1個ずつみたいなことも結構ある。平日は平日で、土日は土日の需要がある感じですね。今日4時ぐらいまでイベントをやってます。すみません、ごめんなさい。お願いします。すみません、お手数おかけします。海外製なのもあって、物自体はかなりしっかりしてます。周りの和菓子屋さんからすごい醤油のいい匂いがしますね。生地焼くのでだいぶ匂いが出るので、生地焼くこと自体もやっぱりお客さん呼び込む行為になるので、2つだけ最初なんで試し焼きです。で、これで完成の状態ですね。電気は全部これに持ってかれてるんで、ストーブとかつけられないんですよ、なんも。結構過酷ですね、したら冬。冬と夏は過酷ですね。はい、メープルとスイートポテトで。はい、こちらお持ち帰りですね。はい。はい、大丈夫です。ありがとうございます。お待たせいたしました。はい、すみません、失礼いたします。はい、ごめんね、お待たせしました。ごめんね、はい、ありがとうございます。ありがとうね。最初は4種類とか5種類くらいしか作ってなかった。スイートポテト系とかそういうお芋系のが食べたいっていうので、これも作りましたし、お客様の声を聞いた挙句、いつの間にか10種類とかも日常的にあるようになって作る量が増えてますね。
はい、ジープルを使って電子レンジとかトースターで温めていただいても美味しくいただけますので、このままでも全然大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい、ということでお待たせしました。プレーンとチョコレート。はい、プレーンとチョコレートでお持ち帰り用で大丈夫ですか？はい。すみません、お待たせいたしました。ありがとうございます。雪だるまのですね。よいしょ、お持ち帰り用もできますけど、すぐ食べますか？こんにちは。はい、お待たせいたしました。お子さんの美味しいが一番ね、なんか素直に聞こえて嬉しいですね。それもあっても値上げできないですね。はい、いちごです。初めてです。初めてです。匂いにつられてとか。ね、今日もおやつにしようかなって。はい、ありがとうございます。一つ300円ですね。で、あと1分かかんないくらいでできるので、少々お待ちください。お待たせいたしました。クリスマスベリーください。はい。インスタ見てね、絶対このクリスマスベリーにしようと思ってた。初めてです。いつも狙ってて、ダメだったんですよ。だから今日は絶対と思って。失礼いたします。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。濃いでしょう。ありがとうございます。美味しいね。美味しいですか。よかったです。はい、お待たせしました。ありがとうございます。
どうぞ。はい。練乳かけただけやったら流れていってしまうからちょっととろみつけて。繋がらなかった。
これラム酒ラム酒とシロップを混ぜたやつをアンビベしてるんですけども。せやの。あ、カッパも出せてないわ。前輪と後輪パンクしてた。両方で田んぼにダイブしてる。
じなのということで。死んでました。静かにせず。長いですね。長い。そうそう。ほな1個はい。
ワッフルシュガーって言ってちょっと大きめのこのザラメみたいな感じなんですけど、バナナ燃やしてもらったやつ。あとはもう温度さえ間違わへんだらいけるんかな思うんですけどね。ああ、なるほど。だからメレンゲさえしっかり立てといたら。
ラズベリーのジャムがはい、塗ってあります。奈良県産のね、小麦粉を使ってない。あ、そうなんですね。僕は2代目になるっていうふうな形なんで、父と母が始めた大きく分けたら四季ごとにケーキをゴロッと変えたり定期的に変更させてもらったりとかしてます。一生懸命毎朝作らせてもらってますんで、楽しみでお買い上げいただきたいなと思います。そんなとこですかね。ありがとうございます。牛乳にうちは少しだけ砂糖を入れてますけど、そこに
秘密の粉って入ってきますね。スーパーバイオレットで落ち着きました。こう味も美味しいというところで。最初はちょこっと入れて。もう火力はマックスでやっております。夏場は結構暑いんですけどね。結構ブクブクしてるんですけど、柿が甘いので。チョコレートの濃厚なムースとベリーのソースが入ってて、下がチョコレートのスポンジになってます。いちごの濃縮果汁みたいなのを入れてるので、もう味もいちごになってます。フォーチュン、幸運という意味を込めて、食べた人が幸運が訪れますように意味合いを込めております。最初は僕適当に入れちゃう派なので、後で10時ギリギリになってこう場所をこうこれが中の用とこっちが上に飾る用でみたいな。新卒でこうお菓子屋さんに入って2、3年目の時に自分のお店持ちたいなと思って、でちょうどその頃にコロナのタイミングがあったので自宅にいることがあったので、その時にお店オープンするためには何が必要かってちょうど考える時間があったので、こう明確な自分のビジョンとこう計画を立てて、そのために必要なこうことを揃えていったみたいなところで、オンライン販売を僕は焼き菓子のオンライン販売をしていて、それがありがたいことに好調だったので、26歳で独立という年で。8等分が僕すごい苦手でした。
かすごい。だいたい1時間ぐらいかけて焼き上げます。ちょっとでも再生数伸びのいいこんな感じで。炒めるやつ取ってます。このメロンくり抜いた、あんま溜まってないですけど、こういう汁とか集めて使ってます。お菓子の専門学校入っても好きなことをずっとやれるっていう環境が好きすぎて、やっぱり自分ってお菓子作りがすごい好きなんだなって思って、もっとやっていたいっていうのがあって、もうどんどんお菓子のことを学びたいっていうのがあって、先輩とかの飲み会に誘われても行かなかったっていうちょっと生意気なところもあったんですけど、遊びっていうよりお菓子作りが好きだなって思って、どんどんやっていきたいなって、やってやろうってこう思ってたので、あまり遊んでなかったです。タルトもちょっとお花を意識してます。丸を積み重ねていって。
結構でも来てるね。嬉しい。オレンジの方があ、大丈夫、緑だけで。手とか塗った方がいいですね。寿ロールと言ってまして、ここが寿町っていうところにあるっていうのもあるんですけど、おめでたいものなので、寿がそういうおめでたいことに使っていただけたらいいなという思いも込めて寿ロールという名前にしています。
その日空いてたらっていう感じ。はい。冷凍の下からさ、いちごピューレとルでなかったら泡の感じとかも全然変わってくるから OK みたいな。一回お客さん受けます。すいません。お待たせいたしました。ありがとうございます。またお待ちしております。っていう感じでいろいろやりながら仕込むみたいな感じの日々です。一人だと大変ですね。大変ですねと言っちゃうとなんかあれですけども、自分で選んだ道なので。最初はある程度流して、あとは調節というか、ちょっと焼きムラを減らすために180度で焼いてるので、すごいもう軍手がめちゃめちゃ熱くて。
しい。こうやって結構日々バタバタしているような感じです。いちごのピューレ単体よりもちょこっとフランボワーズを入れると色気のある味になります。下がチョコレートの濃厚なムースで、上がベリーのソースみたいな感じになっております。全然、はい、大丈夫です。はい。前回おすすめしてもらった抹茶のティラミスを迷ってて、シュークリームもおすすめされてたので、2個食べるか1個食べるかで迷ってます。結局2個だったんですね。結局2個にしちゃいました。味どうですか？美味しいです。美味しい。ありがとうございます。またお待ちしております。